今回はレジェンドスーパーデッキ流派爆炎について、注目のカードをまとめてみました。大人気デッキモルトネクストのスーパーデッキ、ドラゴン大好きな皆さんにぴったりのデッキです。今回はそんな流派爆炎についてまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。挑戦流派モルトネクスト。まずはこのデッキの核とも言える主人公カード、その名も挑戦流派モルトネクストです。こちらのカードは初登場はドラゴンサーガで、その強さから一時期は環境を赤一色に染め上げました。そんなモルトネクストの効果ですが、非文明のコスト7のドラゴンのカードですが、登場時に学ぶ相互でマナ2比のカードが5枚以上あれば、自身の超次元ゾーンからコスト5以上の比のドラグハートを自分の場に出すことができます。このドラグハートの候補としてはいくつかありますが、デザイナーズコンボとして成立しているのはハートバーンです。こちらはモルトネクストと組み合わせるために作られたカードで、火のコスト後のドラグハートフォートレスで、場にある自分のドラゴンすべてがスピードアタッカーになります。実はモルトネクストはスピードアタッカーを持っていないので、このカードを場に出すことでモルトネクストが、スピードアタッカーになってすぐに攻撃できるようになります。そしてモルトネクストにはもう一つ隠された能力があります。それが、竜学ぶ相互です。自分のマナ2比のドラゴンが5体以上いれば、攻撃の後にアンタップすることができます。そしてもう一つ、ハートバーンの効果が発動しまして、このカードは自分のドラゴンがアンタップすることで、竜開始、クリーチャー側に裏返ります。竜解後の姿はガイネクスト、自分の場のクリーチャーすべてをスピードアタッカーにし、かつ除去されてもフォートレス側に戻ることができます。そして何より、このカードはトリプルブレイカー、そしてモルトネクストはダブルブレイカーなので、まずモルトネクストを場に出して、学ぶ相互発動、ハートバーンの効果でモルトネクストがスピードアタッカーに、そのままモルトネクストで相手にダブルブレイク、ここで学ぶ相互の効果が発動し、モルトネクストがアンタップ、ここでハートバーンの誘拐条件が成立し、ガイネクストに、そのままガイネクストでトリプルブレイク。この攻撃で相手のシールドはなくなっているでしょう。最後にアンタップしているモルトネクストでダイレクトアタック。なんとモルトネクストを場に出すだけで、そのままダイレクトアタックまで持ち込むことができるのです。このコンボ、及びこのカードが流派爆炎の主役であり、いつまでも強力な最強のドラゴンなのです。爆炎流派モルトサーガー。続いて紹介するのは爆炎流派モルトサーガー。たった今紹介したモルトネクストのリメイク版のカードです。こちらはコスト8の火のドラゴンで、スピードアタッカーかつダブルブレイカー。登場時に、マナにあるドラゴンの数を数えて、コストがその数以下になるように超次元ゾーンから、火のドラグハートを場に出すことができます。また、攻撃の終了時に学ぶ総7が発動し、火のカードがマナゾーンに7枚あれば、自分のドラグハートをすべてクリーチャー側に裏返せます。このカードですが、モルトネクストと比べて1マナ重い代わりに、効果がモルトネクストよりも強力かつ豪快になっています。コスト軽減効果を使用していたとしても、このカードを場に出す時点で最低でも5マナはありますので、コスト5以下の火のドラグハートを出すこともできますし、2プラス3や4プラス1など、様々な選択肢を取ることができます。また、学ぶ層が発動する7マナの域に到達すると、3プラス4や5プラス2などさらに選択肢が広がることとなります。こうして出すドラグハートの一例をいくつか紹介します。まずは銀河大剣外ハート、コスト4のドラグハートです。竜解後は熱血声優外銀河となり、スピードアタッカーかつダブルブレイカーになった上で、相手に選ばれると追加ターンを獲得することができます。他には、相手のクリーチャーが邪魔ならガイオーバーン。装備した時に相手クリーチャー1体とバトルし、かつ装備しているとバトル中にパワーが3000追加されます。竜解するとガイラ王になり、各ターン初めて自分が攻撃された際に、攻撃クリーチャーとガイラ王をバトルさせられます。他には、少しコストが重いですがギガハートもおすすめです。こちらのカードは装備しているクリーチャーが、攻撃中は破壊されなくなるという効果を持っています。竜解すると大銀河になり、スピードアタッカーのトリプルブレイカーが爆誕しつつ、攻撃時と選ばれた時に超次元ゾーンから、コスト10以下のドラグハートクリーチャーを場に出すことができ、かつスピードアタッカーを付与します。と、このように超次元ゾーンの選択肢だけでも、かなりの幅があるので、8枚の枠に何を入れるか、そしてどんなカードをいつ使うか、プレイヤーの力量が垣間見える瞬間となっています。遠流派グレンアイラ、助けてモルト。続いて紹介していくのは、グレンアイラです。
こちらのカードは上下ともに優秀なカードで、まず上面がシールドトリガー持ちのクリーチャー。場に出た時に相手のクリーチャー1体とバトル。かつバトルに勝ったら超次元ゾーンから、コスト4以下の火のドラグハートウェポンを場に出し、このクリーチャーに装備することができます。ドラグハートにはガイアールというカードがあり、これを装備することでもう1体追加でバトルすることができます。シールドトリガーから盤面が2枚消し飛ぶ様を見ることができ、相手は驚嘆してしまうことでしょう。また、仮面の呪文は革命とも言えるカードで、わずか5コストにして好きなドラグナーを手札から出せます。ドラグナーというのは、主にモルトネクストやモルトサーガ、他にはグレンアイラ本人や、環境で活躍するファイナルユーハロージアなど、ドラグハートを場に出せる効果を持つクリーチャーの種族です。このカードが最も恐ろしいのは、コスト5であること。ドラゴンデッキの最強のマナ加速呪文メンデルスゾーンは、コスト2にしてマナを2枚伸ばすことができるカードです。そのためにターン目にメンデルスゾーンを打って2ブーストし、3ターン目に手札を1枚マナに置いて、この呪文を唱えます。すると手札からモルトネクストが飛んでくるので、マナが条件を満たしていれば、さっきのコンボが成立し、そのまま勝利することができるというとんでもカードです。今までは同じことをフェアリーギフトや、スクランブルチェンジなどで再現してきました。が、これらのカードは電動カードである上、ドラゴンではないためメンデルスゾーンでめくれてしまった場合、マナではなく墓地に行ってしまうという事故も起こります。ですがこのカードは上面がドラゴンを持っているため、メンデルスゾーンでめくれてもちゃんとマナブーストできます。さらになぜか上面がおまけのようにトリガー持ちなので、呪文面以外として使っても仕事をすることができます。と、このようにこのカードはモルトネクストデッキにおける、革命児とも呼べる最強クラスのカードです。というかこのカードはそのうち殿堂入りしそうなので、今のうちに4枚使っておきましょう。爆炎体験ガイサーガ。最後に紹介するのは爆炎体験ガイサーガ。こちらは新規で登場したドラグハートの1枚です。コスト3の火のドラグハートで、装備したクリーチャーが火のドラグナーだった場合、スピードアタッカーを与えることができます。また、これを装備したクリーチャーが攻撃するときに、山札の上から1枚目を表向きにし、それが進化ではない、ドラゴン、もしくはドラグナーであった場合、手札に加えることができます。また、自分のターンの終了時にこれを装備したクリーチャーが、タップされていたら、誘拐条件達成、ガイフレアに誘拐することができます。ガイフレアの効果ですが、いわゆる踏み倒しメタになっていて、相手がコストを支払わずにクリーチャーを場に出したとき、そのクリーチャーとガイフレアとをバトルさせられます。そしてガイフレアのパワーは5000、かつ多色クリーチャーとのバトルの際、ガイフレアのパワーは3倍になります。元の状態でもパワーが1万5000になるほか、何らかの方法でガイフレアのパワーが上がると、デュエルマスターズの総合ルール上、数字の計算は、下、減、上、序の順番で解決することになるので、パワーを足した後にそれを3倍にすることができます。この効果が抜群に刺さる相手は、やはりこのカード、流星のガイアッシュカイザーです。ガイアッシュカイザーは場にいるだけで効果を発揮し、勝利を一気に手繰り寄せることができる現役最強カードです。しかも、相手が踏み倒しを行ったターンの終わりに、手札からコスト0で場に出ることができるのです。が、ここでガイフレアの強い最低が発動。同時にいくつかの効果が発動した場合、その処理の順番は、そのターンを行っているプレイヤーから行われます。そのため、ガイアッシュカイザーが飛んでくるよりも先に、ガイフレアの誘拐が完了し、メタ効果も発動可能に、そしてガイアッシュカイザーは飛んできますが、ガイフレアのパワー1万5000に消し済みにされてしまいます。一応登場時効果は使用可能なので、2ドローはできますが、大事なガイアッシュカイザー本体は墓地送りになります。また、このカードのすごいところはターンの指定がないため、相手のシールドトリガーなどに対しても効果を発揮する点です。例えば有名どころで言うと切り札カッター&カツキング、場に出た時に手札補充とバウンスを行えて、かつドラゴンを持っているカードです。が、ガイフレアがいればこのクリーチャーは、条件を満たしていても相打ちで倒されてしまいます。攻撃面でも防御面でも様々な活躍を見せ、かつコストや誘拐条件がリーズナブルなため、今後色々なところで活躍を見せそうなカードです。今回は、サムネにもなっている流派爆炎について、小ネタを交えながら紹介してきました。個人的には、高額デッキの代名詞とも言えたモルトネクストが、わずか8000円強で買えてしまうということに、感動と同時に時代の移り変わりを感じてしまいます。
高額カードだったバリバリウスも4枚揃いますし、買わない手はないと言っていいデッキでしょう。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。